どうも古典エヴァンジェリストの坂本です。東南アジア全制覇チャレンジミャンマー編。3つ目の土地はこちら、ブンモン。ミャンマーの南部の州です。といっても今回実際の訪れた場所はたったの一つで、それは目玉でもあるこちら、ブンチャイティオパヤ。絶妙なバランスで立っている黄金の岩の上に乗っかっている黄金の仏塔のことです。これゴールデンロックって英語で言うんですけど、ミャンマー国内はもちろんタイをはじめとした上座部仏教圏からも絶大な信仰を得ていて、参拝者の絶えない上座部仏教の聖地です。ただここに行くんがそこそこ大変でして、その辺ご紹介するために Vlog 入ります。今日は妻と友人夫妻と合流し、事前に頼んでいたタクシーに乗って1日移動します。お坊さんとして入門する日、得度式を祝う行列に遭遇。誰もがみんな一度は出家すべきだとされている地域だけあって、めちゃめちゃ豪勢ですね。軍の検閲でお金を巻き上げられるっていう噂やったんで、がっつりお金下ろしてきました。とりあえず1回目の検問は無事でした。この後しっかり取られるんですけどね。車で揺られること約4時間、チャイティーオパヤのふもとに到着です。まずは腹ごしらえ。いやー、集団やといっぱい頼んでシェアできるんがいいっすよね。昼からミャンマービールとシンガポールの ABC ビールガンガン行くぜと思ったんですけど、調子乗って頼みすぎたんで、他の席のお父さんに何本かあげました。もらってくれてありがとうございます。というわけでチャイティーオパヤ向かいます。タクシー運転手の S さんが先導してくれるんで超楽ちん。手探りってのも旅の醍醐味ですけど、たまにはこういう旅もいいっすよね。この乗り物で上まで行くみたいです。料金は片道7000チャット、約520円です。なんかネットやと揺れ方えぐくて吐いてまう人続出って噂やったんで、妻は酔い止め飲んでました。酔いやすい人はご注意を。GoPro 持っとる僕が YouTuber っぽかったんでしょうね。前の座席の少年たちから声かけられたんで、古典アカウントの方を教えときました。この時まだ世界エヴァンジェリストをやってなかったんでね。小難しい上に字幕もあらへんから絶対意味不明ですよね。ほんまにすんません。お布施せな気まずい感じの課金ポイントに来たんで、ちょっとだけお金出しときました。ぶっちゃけこれが文化財の保護に使われるんか彼らのポケットに行っちゃうんかはよう分かりませんけど、いずれにせよね、この地域の皆さんのおかげで観光地が保たれてるわけです。払えるもんは気前よく払っときましょう。GoPro の手ブレ補正機能がハイレベルすぎて伝わらへん思うんですけど、噂通りこのカートめちゃめちゃ揺れます。前の子供たちも大興奮です。超エキサイティング。
ここからはロープウェイに乗り換えます。ミャンマーチャットが切れて焦ったんですけど、米ドルで払いました。片道15ドルです。雄大な大自然最高です。すごいとこに住んでますね。お、そろそろ上に着きそうです。チャイティーオパヤのチケットゲットだぜ。料金は1万チャット、約750円です。いよいよ門のあたりまでやってきました。ここで靴脱ぎます。早い。まだめちゃめちゃ歩くやん。まあ盗まれたりせん思いますけど、靴を持ち運ぶためにビニール袋持っとくと便利です。とか言うてる間にチャイティーオパヤの本体見えてきました。テンション上がってきた。ちなみにこのゴールデンロックに3回来るとお金持ちになれるらしいです。まあそもそも1回でもね、来るん大変っすけどね。ゴザを敷いている方々もいますね。ここで寝泊まりしていく人もいるんですって。こちらがチャイティーオパヤ。上の仏塔の中にお釈迦さんの頭髪が収められてて、それがバランス取ってるんですって。伝説によると、バガンによって支配される11世紀中頃まで、この門を中心に栄えたタトン王国にブッダがやってきました。その時、チャイティー王の忍者であるティサたちにブッダが授けた髪の毛がここに祀られているのだと言われています。なお、非常に残念なことに、この金ピカの岩へ女性の方は近づけないのでご注意を。いや、しかしこれで落ちひんの不思議すぎますね。すげえな。これは忍者ティサが死の間際、王である息子からブッダの髪の毛を寄進するよう壊れるシーンです。それまでずーっと帽子の中に入れて持ってたんですって。境内の中、おもろい場所いっぱいありますね。ミャンマー土着の精霊、ナッシンたちの祠です。特に有名なのは、奥でお札が積まれている女性、シュエナンキン。ある伝説によれば、彼女はタトン王国の国王と結婚し、幸せに暮らしていました。が、故郷のナッシンへお供えをしてほしいという両親の願いに従いません。
その結果、虎狩り中に疲労困憊してしまい、ゴールデンロックを眺めながら命を落としてしまうのです。いやー、境内見どころ満載でしたね。てなわけで、ヤンゴンに向けて帰ります。やっと靴というか下駄履けた。快適。ぶっちゃけ足の裏めちゃめちゃ暑かったっす。気温38度とかなんでね。帰りもやっぱりトラックタクシー。熊本まで帰ってきたぜ。よいしょ。そしてタクシーで帰路へ。帰りの道路でも軍にお金持って行かれました。これ検問所のうちの一つです。今日は無駄に5箇所ぐらいで止められたんですけど、一番ひどかったポイントで1人3万ちょっと払わされてます。まあ2000円ちょっとなんで、ぶっちゃけ日本人からしたらそんな大金じゃないです。でもミャンマーの平均月収は2、3万ぐらいって言われてるんですね。20日働いて3万円だとして1日1500円。それを超える額を軍人としての給与を得ながらしょっちゅう巻き上げてるわけです。運転手の S は言います。申し訳ないし恥ずかしい。今の軍は金のことしか言わない。彼らは俺たちのリーダーじゃねえ。本当の指導者はアウン・サン・スー・チーだけなんだ。と。僕が初めてミャンマーに来た2019年、市場開放と民主化に向けて舵を切っていたこの国は、まさにこれからという活気にあふれていました。2021年のクーデター後、ネットや夜間外出が制限され、内戦が泥沼化しているこの国は、一体どこへ向かうんでしょう。以上、モンでした。なんか、いろいろ考えさせられることもあったんですけど、それも含めて、ほんまにね、素晴らしい体験ができる、そんな旅でした。今回の公開ポイントはこちら、バン！バゴー。これ、ほんまは、モンとセットで行く予定やった場所で、こっちの方がね、むしろ、タイとの歴史的つながりは深いんですよ。アユタヤ王朝を滅ぼした時の、王朝のね、遺跡とかが残ってる場所なんです。まだ今度ミャンマーを訪れる機会があったら、バゴー、絶対行きたいですね。というわけで、次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。ショーステよ、旅へ出よう。